こんにちは、戸田雅子です。写真史家をしております。日本の近代写真史が専門で20世紀を主にやっております。今日は今井久枝という写真家の話をしたいと思います。こちらは、2022年に赤々社から、私の監修で出た今井久枝の初期作品のモノグラフになります。今井久枝は、これ右側に写っている25歳の時の今井久枝で、1931年に生まれて2009年に亡くなっています。生まれたのは東京中野で、ご両親が、敬虔なプロテスタントの家庭に生まれました。日本人としてはとても珍しくて、人口の1%ぐらいしか、キリスト教徒というのがいないので、かなり珍しい生まれ育ちをしているというふうに言っていいかと思います。で、ですね、戦後52年ですね、まだ戦争が終わって7年ほどの間に、ですけれども、文化学院というところで油絵を学んでこちらを卒業しています。そして56年というかなり早い時期に白チームという展覧会を行って、これが一番最初の展覧会ということになりますけれども、これがデビューとなります。書いてある通りですけれども、お父さんの友人であった富士フイルムの部長の平松さんという人に、ブロディのフィルムを10本渡されて、これで何か撮ってきなさい。展覧会をやりなさいということで、もうすでに松島画廊という展覧会の会場を押さえてあるからということで、いきなりのデビューというふうになったようですね。で、そのデビューの翌年57年には、女流写真家協会という団体を立ち上げています。彼女が中心となる形で、今井さんは一番左に写っている人。で、そして、ここにいるのが常盤豊子ですね。あと写ってはいませんけれども、えっと、女性の写真家として、有名な、山沢栄子さんですね。なんかも、この会には参加している。総勢14名ほどの会であったようですが、割とすぐに、3年ぐらいで解消してしまったというふうに言われています。白チームの作品はこんなものでした。ダイレクトプロジェクションと言われるブルーノ・ムナーリの手法に学びながら撮ったというふうに言っていて、実際にそこにあるオブジェに対してプロジェクションで映像を重ね合わせるということで、パッと見には多重録音に見えますけれども、非常に立体的な効果が出てきます。影の効果が非常に強く出ている作品です。中でも、この白チームの中の風という作品は、ニューヨークママのコレクションにも加えられているということで、非常に高い評価を得たものでした。で、この展覧会はこんな感じで、松島画廊というところで行われたんですけれども、下が松島メガネ店という、メガネ屋さんです。で、そして、ここに写っているのが今井久夫ですね。で、ここ1階がメガネ屋さんで2階がギャラリーになっていて、ギャラリーがこんな感じですけれども、ここから見える向かい側に、銀座松屋というデパートメントストアがあります。で、そこには、あの、今井さんのお父さんの安道さんが経営していた、写真館、写真室というのがあって、その意味では非常に馴染みの場所だったんですけれども、この松島画廊というのは非常に重要な、日本の写真史ではとても重要な画廊で、例えばこの今井祭の直前であると、奈良原一行の人間の土地という展覧会が行われています。これはたった1週間で日本の写真史を変えたと言われるほど重要な展覧会で、この今井祭の展覧会にも例えば後にビボという団体を結成することになる細江栄光とか、先ほど言った奈良原一行なんかが訪れて写真論を交わしたということが伝えられています。で、この展覧会で非常に重要だったのは、カラーの写真が使われていることです。まだカラーというものがシリアスな写真表現の手段ではなかった時代の中で、いち早くカラーを取り上げたということについて、今井さんはほとんど何も考えていなかったというか、写真という考えよりも、むしろその油絵をやってきた経験というのが非常に強かったので、例えばこのスタンピングの手法を使っていますけれども、これは例えば、長谷川三郎が絵画の中でやっていたようなスタンピングっていうこととも重なり合うようなもので、非常に自由な発想でやっているということがわかります。なので、カラーとモノクロームを混ぜ合わせるような写真の使い方っていうのをしているわけですね。で、やはり今井さんのカラーが発揮されたというのが、
やはり同じ年に行われた国際主観主義写真展においてです。この時、今井夫妻は、このガラスを使った、特にこの板ガラスと言われる、曇りガラスになるようなガラスを使って、絵の具を使って、非常に具体的でありながら、やはり抽象的に思えるような、そういった造形物を作って出品しています。この展覧会、この主観主義写真っていうのはそもそもドイツのオットー・シュタイナーとが始めた国際的な写真運動で世界中に巡回していくわけですけれども、第1回展と2回展が日本にも巡回していて、その2回分まとめてやったのが56年の国際主観主義写真展なんですね。で、この時に今井夫妻はカラーの作品を出品していて、当時カラーの作品を出したのは、今井夫妻と後藤圭一郎の2人だったと言われています。で、今井夫妻がこれに出したのは、この時日本で公募展の形で主観主義写真展に、作品を出しませんかっていう、そういうお誘いがあったからのようで、その中心にいたのが先ほど名前の出た滝口修造という美術評論家なんですけれども、彼は今井夫妻の、お父さんの写真室の顧客でもあったという人ですね。で、その後59年に今井夫妻が作ったのが、この、ロバート王様と私という作品で、これはジャック・プレベールの詩の5月の歌という作品があって、その中にロバート王様と私、みんな明日死ぬ、王様は退屈でロバは疲れ果てて、私は恋をしてというフレーズがあって、でそこからの発想で作られたものということのようですが、実際にはやはりとっても抽象的である、具体的であると同時に非常に抽象的であるという、幻想的でもあるという、そういう今井夫妻の初期作品の特徴が現れているとともに、同時にその文学作品に、モデルを持っているということで、非常に文学的な傾向のある作品だとも言われたものですね。今井夫妻は非常にジャンル横断的なというか、写真だけにこだわらないところがあって、例えばビデオ作品も作って発表しています。これはジャズ映画実験室というイベントに今井夫妻が参加した時のポストカードですけれども、この実験室に参加したのが、例えば小説家の石原慎太郎、詩人の谷川俊太郎、作曲家の竹光徹、そして写真家の細江子、そして脚本家詩人の寺山修司という、後でそうそうたる人たちが参加していて、今井夫妻もビデオ作品を発表しています。で、その後、このロバート王様と私で高い評価を得た。それによって日本写真批評家協会賞というのを取って、で、その中で、今井夫妻が、その受賞作品展というのに出したのがこのオフェリアその後です。英語のタイトルはオフェリアのみになっていますけれども、これは、シェイクスピアのハムレットに登場するオフェリアという悲劇の女性がいますけれども、彼女の名前がついています。シェイクスピアのストーリーの中では、オフェリアは悲劇の女性として亡くなっていくわけですけれども、今井夫妻のストーリーの中では、オフェリアは実は生きていた。その生まれ変わって、老女、その年を取った女と体を交換するという新しい物語が想像されているんですね。それなので、ここでは目を開けていて、で、そして体を交換していくときのイメージ、その老女のイメージというのが白髪で表現されていたりします。これは、透明ベースのネガなんですけれども、透明ベースのネガをポジにせず、そのプリントせずにネガのままで見るとこんな感じの色になっています。やはり反転のイメージというのが強いので、鏡を使った遊びも行われています。そして変身のイメージからのブレの表現というようなものもあって、様々なやり方で変身とか反転っていうイメージが繰り返されているというのがこのオペリアの面白いところなんですね。やはり物語をベースにしているので非常に文学的であるっていうことと、もう一つは人間の体を使った遊びというところが非常に強い。その点は岡ノ上敏子のこうしたコラージュ作品とも共通するところがあって、このあたりは二人が受けた教育っていうものが関わっているようにも思います。文化学院という同じ学校で学んだことというのが、やはり影響しているようにも思います。やはりこういったこの体を使った遊びということで言うと、モデルと北風という作品も同様で、こうやって吹き寄せられた髪の毛のイメージというのもあります。
で、この面白いところは谷川俊太郎の詩がこの作品にくっついていて、これは非常にその文学的な傾向があるって言われたところで、今一切の特徴とも言えると思いますけれども、写真だけではなく何かその写真のイメージを展開するような詩というものがくっついてくるということになります。やはり物語性が強い作品としては、62年の海辺の記憶という作品がありますが、この海辺の記憶はさらに遊び心が付け加えられているところがあります。この物語というのは、ホフマンの砂男という小説をベースにしていて、砂男は小さい子供があの家に夜な夜な訪ねてくる砂男に目を奪われるのではないかという恐怖感を感じて、成人してからもその恐怖が抜けずに、最終的には破滅してしまうという物語ですけれども、オイディプスコンプレックスを説明するのによく使われる物語なんですね。で、その中に、やはり今井久代はそのまま使わずに物語を肝骨脱退していきます。で、その肝骨脱退するときに今井久代が使ったのが魔女という装置です。この魔女として登場しているのはこの女性で、その中に魔女人形というふうに言われるものが出ています。これは何かというとですね、この女性は実は下着デザイナーの鴨井陽子で今井久代のお友達です。今井夫妻は鴨井陽子の下着をこんな風に写真に撮ったことがあって、そこからのお付き合いのようですけれども、特に鴨井陽子というのは、非常にこうセクシーな下着を作ることで有名で、かなりスケスケだったりするんだけれども、それを決してエロチックに撮るというよりも、自分の楽しみ、遊び心として撮ったのが今井夫妻なんですね。だからこの今井夫妻が撮った鴨井陽子も非常に遊び心に溢れるような場面で撮られていますけれども、その鴨井陽子がこうやって登場しているわけです。で、ここに写っているお人形というのは、鴨井陽子が作っていた魔女人形と言われるもので、半人半獣の、人間だか動物だかわからないというような人形になっています。この人形だけを集めた写真集っていうのも実は出ていたりします。で、見ての通り、鴨井陽子金髪です。日本人としては、自然には金髪にならないので完全に染めているんですけれども、当時としては、そういった見た目っていうことによって人のものの見方を変えていこうというような非常に革命的な意図を持ってこういう髪型をしていたっていうところがあるようですね。で、その後、今井夫妻は事故に遭って、タクシーに乗っていて、事故に遭って両目を失明しかかるという出来事があります。で、まあ、少しの間療養して、で、その中でも、やはり作品はちょこちょこ作り続けて、こういったその非常に痛ましいような作品も撮っています。ある幻影、目と歯という作品ですね。えー体を使った遊びというところでは非常に共通してはいるんだけれども、遊び心というよりかは非常に痛ましい感じがするような作品になっています。で、その後、63年に完全復活してやった展覧会がこちらの一人を含んだこの今井夫妻の63年の個展になります。この中には一人だけではなくて、バラ園とか、夜の散歩といった作品が含まれていて、かなり大きな展覧会だったんですけれども、この一人という作品も、やはりこれまでやってきたような体を使った遊びというところが非常に強くあって、これも透明ベースのネガを使った作品です。反転するとこんな感じになるんですけれども、今では存在しないので独特の色味っていうものがあるのがわかるかと思います。で、そして同じ時期に10年かけて撮っていたのが、このエナジーというシリーズです。エナジーはカラーの作品ですけれども、やはり最初の白チュームと同様に、ダイレクトプロジェクションの手法で、イメージを具体的な物体に投影するという方法を使っています。それだけでなく、様々なおもちゃを使ったようなセロファンとか絵の具を使ったような遊び心のある作品が山ほど生み出されているんですけれども、それはその背景にあったのは、このエナジーっていう、これは雑誌の名前で、エッソスタンダード石油の企業広報誌の表紙を10年ほど担当するんですね。で、その表紙のために何かエネルギーを感じる抽象的かつ具体的なものをということで、
こういう作品を撮り続けていたということがあります。で、その傍ら、今井久恵はだんだんこういうものを作るということをやめて、外へ出ていくっていうことになります。その目が、見えなかった時期が長くて、あまりよく見えなかったという時期があった後に、その後、婚約者の人に一方的に婚約破棄をされてしまうんですね。で、そのことで、まあ、非常にこう、鬱屈した思いを抱えてということもあったと思いますけれども、目が治ってから初めて見た映画が、アラビアのロレンスという映画で、向こう側からこう白い馬がガーッと走ってくるのを見て、非常にこう馬の魅力に取り憑かれて、そこからとにかく取り憑かれたように馬を取るようになるんですね。で、ヨーロッパへ行く。で、そして5年ほど消息不明になる。で、そしてその後出した写真集がこれで、これは通り過ぎるとき馬の世界を歌うというものですが、77年に出ていて、これによって日本写真協会年度賞を受賞します。ただ、この後、実は今井久恵の作品というのは、写真界の中ではあまり評価されないというか、あまり登場しなくなっていきます。それによって今井の作品というのは忘れ去られるということになっていきます。まあ、その背景が一体何だったのかっていうことを今改めて考えてみたいんですが、今井久恵がこの75年に日本に帰ってきて、日本橋の高島屋で展覧会をやった時の報告の文章がここにあります。ここには、写真売りの馬車馬っていう風なエッセイのタイトルがあって、サブタイトルで、私のプリントは作品というより夢のある商品って書いてあります。ここにあるのは、自分が写真作家、まあ、アーティストというよりかは、写真を売って商売してる人間なんだっていう自意識なんですね。写真としては非常に幻想的な、多重録を使ったような馬の写真なんですけれども、彼女が一体何にこだわっていたのかというと、写真っていうものを売ったり買ったりする人たちっていうものが、例えばオリジナルプリントをその売ったり買ったりするようなごく限られた写真作家、限られたコレクター、そういうことでいいのだろうかという問題意識です。彼女はそこで注目する、まあ、彼女がそこで注目したのはデパートメントストアです。で、この展覧会、この馬の展覧会はデパートメントストアで行われていて、で、そこで彼女は普通に例えばシャツや、まあ、ブラウスとか、例えば手作りの、まあ、ここですね、ハンドメイドのセーターを売るかのように私は写真を売りたいんだっていう話を書いています。でそこで特別商品としてキャビネサイズの写真をこれは、むつ切りサイズのそのフレームに入れて8000円で売るっていうことを試みています。で、これは、そのオリジナルプリントというのは限られた写真家たちのものだけれども、私のはそういうものではない。とにかく夢のある商品として買いたい人たちが買えるようにっていうふうに考えるんですね。で、この時彼女がイメージしていたのは、おそらくデパートメントストアで写真の商売をやっていた自分の父親のことなんですね。つまり、写真というのは、当時、この時代の日本の写真界は、まだまだ美術館の中で写真を展示するということがほとんどなかった。例えば年に1回ぐらい、集合展、グループ展が行われるという程度のもので、それもしかも女性の写真家が入り込むということはなかなか難しかった。美術館っていうのは基本的に男性のための場だったわけですね。それは美術という制度、芸術という制度がそうだったというふうに言った方がいいと思いますけれども、そういう中で女性である今井夫妻が活躍できて商売ができる場、それはデパートであるっていうふうにおそらく彼女は考えたのではないかと思います。つまりデパートというのは男性、女性というものが全くこう落差なく出入りすることができる、非常にこう、リベラルなというかそういう場所ですよね。むしろ女性の方が優位に立てるかもしれない。そういう場所で女性がブラウスを買うような値段で写真が買える。そういうことを彼女はイメージしていたのではないかというふうに思うんですね。で、そのことを実は彼女の、盟友であった鴨井陽子という人は、これは、今井久恵の写真的講義であるっていう言い方をしています。その鴨井陽子のテキストというのは実はこの本の中に収録されていて、英訳も入っているのでよかったらご覧ください。はい。
短い時間で話しきれませんでしたけれども、今井さんの他の作品などもこちらの写真集には入っておりますので、こちらをご覧いただきながら、どういうことをやった人だったのかっていうことを見ていただけたらと思います。全部英訳が入っています。よろしくお願いします。